こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。あ、また。ボラっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ボラっていうことでね、今の時期美味しいお魚、ボラでございます。このボラっていう魚は、釣り人からはとても嫌われてる魚ですね。なんで嫌われるかというと、防波堤で釣れるボラってね、臭い個体が多いんですよね。ただどの魚でもそうなんですけど、魚の匂いとかって、本当に取れる場所によって全然違いますんで、綺麗な場所で取れたボラは臭くなくて美味しいです。で、ボラの旬は冬なんですよ。で、寒ボラって言って脂がとっても乗ってうまいんですよ。で、今日のボラはただのボラじゃないんですよ。実はこのボラ、全部メスのボラです。実はボラの卵から作られる珍味が日本三大珍味のカラスミなんですよ。で、今日のこちらのボラ、卵入っております。で、カラスミって買うと高いですよね。で、なんで高いかというと、作るのに手間がかかるのと、今の時期のボラ、どのボラでも卵持ってるわけじゃないんですよ。防波堤から釣れるボラで卵持ってるボラっていうのはね、ほぼいないんじゃないかな。それなんでかというと、ボラっていうのは産卵するのに、もうみんなね、沖に行っちゃうんですよね。で、沖に行って、で、卵を蓄えて、で、産卵するんですよ。ただ、産卵場所とか、あと行動とかは、まだね、科学的にもよくわかってないことが多いんですって。なんで今回のボラは沖の方で採れた綺麗なボラでございます。今の時期しか卵は持ちませんからね。僕もね、卵が入ったボラをさばくのは初めてですよ。で、ボラの卵の抜き取り方っていうのがあるんですよ。本当はね、ボラの卵を取り出す用の包丁とかあるんですよ。こういうやつ。細くてこう先端が潰れてるようなやつ。なんで先端が潰れてるかというと、カラスミっていうのは絶対条件で、卵膜に傷がついてないものが絶対条件なんですよ。その卵膜に傷がついてると、そこから卵がどんどん抜けちゃいますんでね。なんで卵に一切傷をつけずに取り出すことが必須条件なんですよね。で、その取り出し方がありますんでね、ちょっと今日はレクチャーしていきますね。僕も初めてやるんですけどね。今日はとりあえず卵を使う動画を撮ります。身も美味しいので、身はまた別の動画でやりたいと思います。で、まず卵は、ここのヒレのところから肛門の、ここに入ってます。この間ですね。なので、まず、この肛門のこのちょっと下、ここに包丁を1本入れます。こういう感じです。はい、包丁が入りました。そしたら、ヒレを上げて、ヒレを落とします。こういう風に。ちょっと卵、やべえ傷つけちゃった。はい、もうやっちゃいました。ここちょっと傷つけちゃいました。いやー、ミスった。ちょっとこのまま続けていきますね。なんで傷つけちゃいけなかったかっていう理由も、多分作っていく工程で皆さんに見てもらえるかと思いますんで、これはちょっとダメな例でしたね。ここあんまり深く行きすぎると傷ついちゃいます。そしたら、ここお腹を裂いていきます。お腹裂いていくときももうめちゃめちゃ慎重に行きましょう。はい、ここまで入りました。入ったら、こう、手を入れながら、卵を指で下に落として、包丁が卵に当たらないように、お腹を割っていきます。よし。はい、こんな感じ。これでかこの卵。うわ、ほら、ちょっとここ切れちゃった。うわ、もったいねえ。なんてことを。はい。そしたら、この状態になりましたら、ここがあと繋がってますよね。で、ここを引っ張ったり切ったりしちゃ絶対ダメなんですよ。なんでかというと、ここの付け根が切れて、そこから卵が流れ出ちゃいますんで、ここの肉ごと落とすイメージですね。なんで、ここに1本切れ込みが入りましたんで、次は、ここ、横ですね。横に、1本入れます。はい、こう入りました。で、こっち側も横に1本入れます。はい。で、両サイド入ったら次はここですね。よいしょ。こうか。はい、こんな感じ。はい、これで綺麗に取り出せました。ここの肉を残すのがポイントなんですよ。ちょっとね、最初失敗しちゃったんですけどね。これが取り出し終わったボラですね。すごい油めちゃんこ乗ってますね、これ。もう一回いきます。次は失敗しません。まず肛門のとこに1本入れます。こうですね。こう1本入れたら、ここ落としません。ここ落とさないで、直接肛門の方から行きましょう。本当はね、先の尖ってない方がいいんですよね。よし。よいしょ、OK。はい、こうなったらもうこの段階で両サイド行きましょう。卵はしっかりとこう避けて、包丁が当たらないように、手でしっかりとカバーしてあげて、よし。これうまくいったぞ。いきます。せーの。はい。出たー。
これ完璧。これちょっとも傷ついてないですね。バッチリですね。これでかっ。これ今まで見たカラスミで一番でかいよ、これ。さあ、ラスト1匹ですね。もうね、3匹目はもうお手のもんよ。こう入れて、で、肛門から刃先を入れて、ちょっと切って、で、指入れて、そこから包丁を入れていくと。で、指で卵を下に押しつつ、包丁が当たらないように、ここら辺まで行きますと。そうしたら、この横に入れて、で、こっちも横に入れて、で、最後にここを落とすと。で、引き抜きますと。はい、取れた。あれどこで傷ついたんだろう。ちょっとやらかしちゃった。ここ傷ついちゃいましたね。うわ、難しい、これ。まあちょっとね、失敗しちゃったのもありますけども、とりあえずカラスミが取り出せました。そしたら次のステップ。こう、卵の筋ですね。ここにね、血がたくさん入ってるの分かりますかね。これを抜いていく作業をしていきます。これを取らないと、カラスミにした時に血生臭い仕上がりになってしまいますんで、これをしっかりと取っていきます。そしたらまずお水に、お塩。で、ボラの卵を入れます。そしたらこういうね、針を用意します。これね、待ち針とか裁縫の針とか、どういう針でもいいので、針を1本用意します。で、こう針でこの太い脈のところだけ穴を開けます。こうですね。穴をブスッと開けたら、で、こうやってスプーンで、こうやってしごいて出していきます。結構出ますよね、こうやって。で、これ細いところに入ってますんで、これもこうやってできるだけこう取っていきます。完璧には抜けないと思いますんで、できるだけこうやって抜いていきます。OK。こんな感じですね。そしたらこっちも一緒。この太い血管に針を刺して、で、こう上の方からこうやってスプーンでしごいて、血を下に落としていって穴のところに入れて血を抜いていくと。この作業がね、本当にね、手間。血管取っちゃうとダメなのかな。これ取ると多分卵に傷がいっちゃうんかな。あ、でも取れるな。血管取った方がいいんじゃないかな、これ。これ血管取れますね、太いやつ。ここ取ってもね、卵傷つかないわ。うん、これ取っちゃった方がいいわ。はい、こういう感じですね。で、こういう細いところは、まあ、ある程度でいいです。完璧には取れないので。よし、この状態にします。針で刺して、しごくと。で、こうやって出していきますと。はい、こんな感じ。はい、というわけで、このようにある程度太い血管が抜けましたら、一旦これを塩漬けにします。あと、ちなみに言っときますけど、これ、僕の独学の作り方なので、本当の作り方はわかりません。僕はこうやって一回塩漬けにしちゃいます。強い塩でね、たっぷりと。明太子作りとかもそうでしたけど、とにかくこの塩漬けの作業がすげえ大事なんですよね。ここでしっかり塩漬けしとかないとね、生臭くなるし、多分当たるんじゃないかな。なんで、たっぷりの塩で、塩漬けしていきます。よし。はい。とりあえず、この状態になりましたので、これで2日ほど冷蔵庫で寝かします。それじゃあ2日後に移動。はい、それではあれから2週間ほど経過しました。カラスミが大きいからか、中まで塩がなかなか入んなくて、塩を追加して2週間も塩漬けにしました。もうね、よっぽどいいと思います。あ、いいですね。カッチカチですね。はい、こんな感じで、しっかりと塩が回っております。にしても大きいカラスミだな。そしたら一度この塩を洗い流していきます。そしたら次の工程は、この塩漬けされたボラの卵の塩分を程よく抜いていきます。まずはボウルにお水。で、お水にちょこっとお塩を入れます。薄い塩水にします。なんで塩抜きするのに塩水につけるかというと、これね、迎え塩って言って、普通の真水につけるんじゃなくて、薄い塩水につけることによって、両方の水分量を一定にしようとする作用が働いて、適度にカラスミの塩気を抜くことができます。なんで塩で塩を引き出すために、予備塩とか、迎え塩とも言うみたいですね。なんで薄い塩水の中に、塩漬けのボラの卵を入れていきます。こんな感じですね。で、そこにちょっと日本酒も入れましょうか。さっとね。で、これで冷蔵庫で寝かすんですけど、カラスミが元の大きさに戻るまでつけておきます。とりあえず3日ぐらいつけとこうかな。小さいカラスミだとね、1日とかで戻るんですけどね、多分これはね、3日ぐらいつけた方がいいと思いますんで、3日ほどつけ込みたいと思います。それじゃあ3日後に移動。はい、それではこちらですね。
工程を説明すると、5日間塩水につけて塩抜きをしました。で、5日間経ったものを取り出して、で、こちら3日日本酒に漬け込みました。なので1週間以上経過しております。日本酒漬けの工程が今完了したところですね。こんな感じです。あんなにカチカチだったのに、ほら、元の大きさにプリンプリンに戻りました。このカラスミバカでけえわ、これ。こんなでけえカラスミ見たことねえよ。これは期待できます。で、これで天日で朝出して夕方出してで、2週間から1ヶ月ぐらいでカラスミができるんですよ。でもね、今回はちょっと変わったカラスミ作りたいなと。ここに味噌の味をつけて天日干ししていきたいなと。味噌風味のカラスミ、ちょっと作ってみようかなと思います。そういうカラスミもね、あるみたいなんでね、それはちょっと食べてみたいということで、うまくいくかな？チャレンジしてみたいと思います。何事もチャレンジが大事。そしたら味噌床を作っていきましょう。レシピとか調べてもあんまないんで、噛んでいきます。まず白味噌。赤もブレンド。白と赤でミックス。で、そこに、こちらですね。酒粕も加えてみましょう。このぐらい。これめっちゃうまいと思います。で、これしっかり混ぜ合わせていきます。はい、このように混ざったら、半分下に引きます。ビーッとね。このカラスミが収まるぐらいの幅と長さに伸ばしていきます。はい、こんな感じ。で、そこにガーゼを置きます。これガーゼを置くことによって、味噌の香りだけをカラスミに移すことができますんでね。味噌をつけちゃうと、洗い流さないといけないんでね。もう味噌の香りだけしっかりとカラスミにつけていきます。で、その上にカラスミを置いていくと。1、2、3と。そしたらその上にさらにガーゼをかぶせます。で、この上に味噌を塗っていきます。よっと。まんべんなく塗っていきます。結構難しいな。割とコツがいりますね、これ。もうちょっと味噌使えば楽にいけたと思うんですけど、ちょっともったいない性が出ててね。この味噌漬けにした味噌って、もう他の料理には使えませんのでね、できるだけ少ない味噌で、このカラスミたちに風味をつけていきたい。じゃあまんべんなくこうやって塗っていきたいと思います。よし、じゃあこんなもんでいいでしょう。ある程度全体に味噌がいったんで、ラップをして、これをさらに1週間寝かせます。もう今回はめちゃくちゃ時間かけて作りますよ。もうこんな立派なカラスミですからね。これで味噌の風味と酒粕の風味がカラスミの中に入るはず。で、水もかなり出てくると思うんで、1日に1回水が出てきたらこうやって捨てるようにします。で、味噌もね、だんだん溶けてきちゃうと思うんで、味噌も溶けてきたら、どんどん追加していきたいと思います。しっかりと密封して、これで1週間後に移動。というわけで、1週間経過しました。ちょっと見てみましょう。こちらです。これ3日目ぐらいで味噌が溶けてしまって、もう1回味噌を追加しました。で、1回目はカラスミからかなり水が出て、結構シャバシャバになっちゃったんですけど、もう3日目ぐらいからはね、カラスミから溶け出てくる水も、なんかこう粘りっ気のある水になってきました。いい感じに味噌が入り込んでると思いますよ。さあ、どうだ。おー、めっちゃいい感じじゃない。はい、こんな感じです。がっつり味噌の味が入ってますね。これめっちゃうまそうだな。カラスミも完全に元の形に戻りましたね。そしたら軽く水分を拭き取って、で味噌がちょっとついちゃったところとかも綺麗に落とします。こんな感じですね。そしたらこちらのカラスミを干し網の中に入れて、そうだな、だいたい2週間から1ヶ月ほど干していきます。ちょっとこれね、カラスミのサイズが大きいんで、1ヶ月ぐらいかかるかもな。早く食べてえな、これめっちゃ早く食べたい。毎晩夜はしまって朝出すという工程をやっていきたいと思います。はい、こんな感じですね。そしたら1ヶ月後に移動。はい。ではこちらですね。だいたい3週間ほど干しました。で、仕上がったのがこんな感じ。ちょっと黒いですよね。いや、味噌漬けにするとこういう色になるのかな。これね、見栄えは微妙なんですけど、普通のカラスミより正直うまそう。匂い的には。すっげえいい匂いするんですよ。みりん干しみたいな匂いがします。これは期待できる。じゃあこの形がいいとこ2本は残しとこうか。1本は僕の晩酌用。で、もう1本は実家に持ってこうか。ちょっと切ってみましょうか。まずは境目を切って、これね、破れちゃったんですけど、意外と大丈夫でしたね。ほら。大丈夫そう。そしたらちょっと切ってみますか。硬いんでね、中までちゃんと乾いてると思います。うわ、めっちゃうまくいってんじゃないこれ。すげえ綺麗。で、このぐらいの厚さ。もう厚さはこんなもんでいいんですよ。居酒屋で食べたらこんだけで1000円2000円取られますよ。
断面がすっごい綺麗。しっかり味噌の味も中まで染み込んでますね。そしたら薄皮がちょっと硬いと思いますんで、炙っちゃいます。軽くね。で、味噌漬けになってるんで、焦げやすいんで、もう本当に軽くでいいです。軽く炙るぐらい。さーっとね。よし、OK。そしたら今日はもうシンプルに大根でいきましょう。大根はこの頭の方が甘いので、頭の方いきましょう。冬の大根はね、うまいですよ。で、こう切って、で、こう切って、で、からすみと同じぐらいの大きさに切っていきましょうか。で、大根乗せて、で、からすみを乗せる。で、また大根乗せて、からすみを乗せると。はい、これでからすみの味噌漬けの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。手間暇かけて作ったからすみ。1ヶ月余裕でかかったな。やっぱり時間かかるわ。でも手間暇かかるんですけど、毎年作りたくなるんだよな。今回は上出来の予感がする。で、今日のお飲み物はこちら。じゃん！青色のやつ。からすみと言ったらね、もう日本酒の一択じゃないですか。うまそう。この清らかな。よっと。冷やでいきたいと思います。激冷や。超冷たいです。こんだけでこれ1本余裕で開けれると思うわ。そのぐらいからすみっていうのはね、味が濃いんでね、ちょびちょびといけるんですよ。ちょっとこの表面もね、炙りましょうか。OK。すごい味噌の香ばしい香りがする。いただきます。うまい、これ。最高の出来栄えじゃない。今まで食べたからすみとまたジャンルが違うな。めちゃくちゃ味噌が効いてる。こっちの方が好きっていう人も多いと思う。味噌が入ったことによって、からすみのちょっと生臭さっていうのが軽減されてる気がしますね。で、どっちかというと、こう、干物に近い感じの味わいになりましたね。こちらですね。冷やで。いただきます。これは水だ。水です、これ。そのぐらい飲みやすい。うまいわ、黒龍はやっぱ。日本酒のいやーって感じがない。うまい。で、これを飲んだ後に、からすみを一かじり。で、この口の中いっぱいに味噌とからすみの香りが漂い始めたら、そこでまたさらに日本酒。口の中リセット。で、この口の中に日本酒の甘くて美味しい香りがあるうちに、またからすみ。これのエンドレス。そりゃ酔っ払うわ。至福のループね。生きててよかった。というわけで、私はもうしばらくからすみと真剣に向き合いたいなと思いますので、動画の方はこれにてお開きとさせていただきたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。バイバイ。